はい、こんにちは。今日は末減の第2回目の授業ということで、二変数の因数分解と、いわゆる文字が2個ある時の因数分解ということで、高校1年生の教科書ではやや難しい内容になってきています。しかし今日はこういった因数分解を少しでもわかりやすくと思って授業をしたいと思います。よろしくお願いいたします。では、この問題2題、まず見てください。はい、よろしいでしょうか。今日はね、まずこの問題を解く前に少しお話をしたいと思います。何かというと、皆さんが、例えば将来大人になって、家庭を持った時に、子供が2人いたとします。そしてどっかある遊園地に遊び行ったと。そしたらその2人の子供が、お父さんお母さん遊びに行きたいと。さあその時に、皆さんが親になった時にどのような対応をするでしょうか。もちろん様々な対応があると思います。行っといで、二人の子供に好き放題に好き勝手に遊びに行く。こういう場合もあるでしょう。ところがそういった場合には、二人の子供はどこに行ってしまうかわからないですよね。そこでこういった親の対応もあると思います。例えば、二人がバラバラにならないように、ちゃんと手をつないで遊び行っといでとか、または、二人いっぺんに遊び行くことではなくて、一人一人遊びに行かせるとか、そういった対応をする保護者の方もいると思います。つまり何が言いたいか。やはり親なら、大事な子供を危険な目に遭わせたくない。二人ともいっぺんに離してしまっては、どっかに行ってしまって、もしかしたら迷子になってしまうかもしれない。ところがその二人のお子さんを、動きを一つにしてしまえば、少しでも安心材料が増えていくと思います。実は数学でも、そういう発想っていうのが役に立つ時があるんですね。そういったことも少し頭の中に置いて、今からの問題をやってみましょう。ではまず1番から。x 以上プラス xy マイナス y マイナス1と。さあ、これ因数分解しましょうということなんですけども、例えば前回の第1回の時のように、x の二次式の因数分解ということで考えてみて、足し掛けでやるとか、または時々、前2つを、x で膨れるな。後ろ2つはマイナスで膨れるな。ところが、これ以上括弧の中が同じ式にはなりませんので、因数分解は進みません。そこで、まず、この式を、ある整理の仕方をしてみます。何かと言いますと、まず、この式は、x を文字と見た場合。つまり、y はアルファベットだけども数字と思っちゃうんですね。そうすると、x の次乗、x、あとは数字みたいなもんです。二次式ですね。じゃあ今度は、y を文字と見て、まずこの式を見てみましょう。さあ皆さん、これ何次式だと思いますか？ y があるのは、こことここだけですね。次乗がついてません。ということは、一次式です。例えば皆さん、一次方程式と二次方程式の問題がある。どっちか好きな方だけ解いていいですよって言われたらどちらを解きますか？一次方程式解くでしょ？なんで？一次方程式の方が簡単だからです。そう。次数が低い方の式が扱いやすいわけですね。ですから、この1番の問題は、次数の低い y を文字と見て整理する。ということです。
いきましょう。xy マイナスの y。そして、それ以外は数字と思っちゃうんです。さあ、そうすると、前半の部分は y で膨れます。後半は中学校でもやってきた因数分解の公式がありますよね。さあ、そうしますと、ここに x-1 と x-1 がありますので、共通なものでくくるという因数分解の一番基本の形に持っていくことができます。そして、y プラス x プラス1ですね。このようにすることができます。ここで一回まとめてみましょう。先ほどの遊びに行く話を今の問題では食べてみると、y だけを文字と見る。低い次数の文字で整理してみると、因数分解しやすくなりますよねっていうことです。いいですか？ x は文字じゃないんです。数字です。さあ、次の問題見てみましょう。2番目。さらに1番よりも少し式がややこしいですね。この問題は実は大きな考え方として2つあります。まず、問題の式、よしと言いますけども、これを1、2、3、前から3つ目だけ見ると、これも中学校でやってきた括弧の以上の形にくれます。そして、4番目、5番目がマイナスでくることができます。こう見ましょう。そうすると、この式は、x プラスの y ですね。これを何かひとまとまりと見てあげると、a 次乗、マイナスの a、マイナス6と。こういった中学校でもできたような二次式が見えてきます。もう皆さんこれは前回のたすき掛けでやってみたらいいと思いますが、a マイナスの3、a プラスの2と因数分解できますよね。いいですね。さあ、こういったところを見ながら、x プラス y が a ですので、x プラス y マイナスの3、x プラス y プラスの2と、このようにできます。もちろんこれでもスッキリとして解決してるんですけども、実は式によってはちょっとテクニックに凝りすぎてる部分があると思います。そこでもう一つの考え方は、今日皆さんにお伝えしていることです。一つの文字だけ注目して整理しましょう。今回は x についても二次式です。y についても二次式です。ですからどちらを取ってもらっても構いません。よろしいでしょうか。まずは x の次乗。その次、x があるところは 2xy と4番目のマイナス x がありますね。そして x のないところ、これはすべて数字と見ちゃうんです。よろしいでしょうか。そうすると、この式は x の二次式と見てあげるんです。はい。x の係数や、ここの y のなんかごちゃごちゃした式がありますね。これは数字と見ましょう。数字。よろしいでしょうか。さあ、そうすると、ここ数字ですけども、数字に当たるところはよく見ると、先ほどのこの部分と似てますが、因数分解できますね。y マイナス3と y プラス2。こうなります。
ですが、先ほどから言ってますように、ここは数字と思ってください。x の二次式です。さあ、前回と同じように、足す逆の式を作ってみましょう。x 次の係数1です。定数項が y-3 と y プラス2です。x の係数が 2y マイナスの1です。ここは掛け算でしたね。1と1にばらしましょう。ここは、もうなんか y マイナス3と y プラスの2。例えば6だったら3と2に分けるみたいなものですね。そして足す2にかけます。y マイナス3と y プラスの2。あ、ぴったり合いましたね。数字の時と同じように、あとは、結果を埋めていきましょう。x プラス y マイナス3。x プラス y プラスの2と。先ほどと同じ結果になりました。確かに回答の方が行数は長いですが、この2番目の回答にもあるように、一つの文字で式を整理するという、今後も大事になってくる数学の発想が隠されてますので、このようなことを意識しながら今後の因数分解にトライしてみてください。では、今日はここまで。